JNR デイトイッシュディーゼルロードスイッチャーの紹介をします。元の導入方法については一応解説動画を上げてますので、そちらをご参照ください。この元は国鉄で運用されていたデイトをモデルとした架空車両です。細かな説明を省きますが、荷重制限の低い低規格の路線ですね。路盤の弱いところですね。というところでも運用できるようなことが要件として、作られた機関車だそうです。5軸の液体式ディーゼル機関車で、DF 地方みたいな感じですね。ディーゼルバレでいうと DF 地方みたいなものになっております。雰囲気的には、ケープゲージですね。日本のケープゲージに合わせてるんで、モデリングがね、合わせていますので、ケープゲージの方で遊んでいただくと、基本的に、日本っぽいスタイルになるのかなと思います。その導入方法につきましてはね、ゲージというモッドを入れていただくと、このように遊べますんで、そちらを推奨します。ただ、1435mm ですね。そちらのゲージにも対応してますんで、そちらで遊びたいという方はそちらでということになりますね。で、この動画に関しましても、ケープゲージで全部撮影しております。入手方法、ゲーム内のどこかにポップしています。いくつかポップ候補がありますので探してみてください。で、カスタムカーローダーの所有車両としても持つことができます。1両だけですけどね、持つことができます。もちろんサンドボックスで遊ぶこともできますんでね、そちらの方が気楽なのかなと思います。それでは起動方法を解説していきます。まず、機関車ですね、この鼻の長い方をね、前と呼びます。こっち後ろですね。前後ろという感じです。で、こっちは前の方はね、1という名前がついてますね。これ後ろは2という名前がついています。で、この前側というかな、こう見て右手側ですね。右手側にここにハッチがありますので、これ開けていただいて、このナイフスイッチを上げます。これは電源ですね。電源の主電源になってます。実車だとここにバッテリーが積んであったりするのかな。電気制御系の、制御盤がついてあったりします。で、ここ登っていただいて、で、中開けますね。で、入っていただいて、で、ここにハンドブレーキありますね。で、ここはセンターのコンソールになります。次に、スターター上げてください。で、この状態でスタータースイッチを押す。これだけでね、起動します。簡単ですよね。バニラと一緒になっております。で、ここのコンソールなんですけど、また別のスイッチもありまして、このライト1、ライト2というのがありますけどね、これが前側、後ろ側というかな、そういうスイッチになってます。1をつけるとね、このようにつけると、内側が赤色灯がつきますね。これで微灯になりますね。で、消すこともできます。で、この真ん中のスイッチ、ポジション何なのかということなんですけど、これ、入れ替え動力車標識というやつで、入れ替え作業をするときには、この、前後側ですね。このように一頭ずつ点灯するそうです。で、シミュレーターっていうのは、乱暴な言い方をすればね、ごっこ遊びですんで、この辺使って遊んでいただければなと思います。それで、運転台に来ましたら、まず下の貫通コック開いてください。開かないとね、ブレーキ効きませんからね、貨車のブレーキ効きません。で、コンプレッサーにつきましては、バニラと一緒です。圧力がある程度以下になると自動的に起動します。そして圧力がある程度高くなると自動的に停止します。で、コンプレッサーが動いているときにはこのライトがつきます。コンプレッサーはね、この中にあったりするんですけど、という感じですね。で、そうですね。早込めボタンが実車はあるんですよね。早込めボタン実車を押すと、ノッチが7ノッチ相当になって、コンプレッサーが早く動くそうです。このゲームでも他の機関車にもありますね。D2 なんかにもありますが、この D トイッシュにもね、ついてまして、このようにやると、コンプレッサーが早く動いて、早込めできますんでね、この辺活用してみてください。ブレーキに関してはバニラと一緒です。単弁がついていたり、自弁がついていたりします。この単弁の可動範囲がやたら狭いんですけど、これはね、実車リスペクトということになっております。そして、リターダーですね。ダイナミックブレーキはついていません。流体変速機ね、DHO と一緒なんですけど、リターダーはついていないということなんで、下り坂ではね、ブレーキ温度計はないな。ブレーキ温度計をつけながら下ってきてください。そしてブレーキ開放ハンドルですね。こちらは右側、外側のこちらにありますね。これ使ってください。燃料残量計、こちら車体左側ですね。カバについています。で、油量残量計ですね。こちら車体左手のここに入っています。
これ本来はね、リザーブアタックだと思うんですけど、ここについてますんで、参照していただければと思います。運転台ですが、バニラとほぼ一緒です。単弁があったり、自弁があったり、スロットルがあったり、逆転機ハンドルがあったりという感じですね。で、ここは砂巻きですね。砂巻き。実車と違うところは砂巻きをしてるときだけフリクションが上がります。実車だとね、1秒巻いて5秒待ってみたいなテクニックがあるそうですけど、このゲームではそういうのはありません。あとホーンですね。これはボタン式になってます。実車だと当然足踏み式なんですけど、この辺もね、ゲーム的にアレンジしています。これは、エンジンの、燃料カットですね。で、これヘッドライトです。これつけるとね、ヘッドライトがつきますよということですね。2側とも連動してますんでね、遊んでみてください。で、こちらがダッシュライトですね。暗い時ですね。これ、蛍光塗料での蛍光をイメージしたようなライトになってます。で、キャブライトですね。これは暗い時点灯していただければなと思います。で、このワイパーですね。ワイパー、これ、旋回窓ですんで、これワイパーつけるところでね、ぐるぐる回って綺麗になります。これ作ってる上でね、実はこれ完全に綺麗にすることはできるんですけど、あえてちょっと水滴が残るようなイメージにしてみました。多分、ない方がリアルなんでしょうけど、本当に綺麗だとなんか味気ないなと思ったんでね。こんな仕様にしています。で、この下についてるファンとヒーターなんですけど、これ完全なダミーのスイッチになってますね。2028年頃にアップデート予定で、乗員のヘルスみたいな機能がつくらしいんですよね。それで多分冷房とか暖房とかそういうのが必要になってくるのかなと思うので、一応ダミーのスイッチは仕込んであるけど、今のところ機能ありませんということです。さて、基本的な運転方法です。こちらバニラとほとんど変わりません。まず逆転機入れていただいて、で、前照灯かなんかつけていただいて、で、ブレーキ挽回して、で、1ノッチ入れます。1ノッチ入れて数秒待ちます。で、それから2ノッチ、3ノッチと上げていきます。で、あまり、速度に合わないノッチ入れてしまうとね、滑りますんでね、滑らない程度に必要な加速度が得られるだけのノッチを入れていってください。で、最初1ノッチで数秒待つと言ったんですけど、これなぜかというと、流体カプラーなんですよね。液体式の変速機なんで、そこに油を入れたり抜いたりするんですよ、そのローターのところに。その油が入ってない状態で入力軸を早く回してしまうと、キャビテーションが起こりやすくなるので、ダメージを負いやすいよという、そういう理屈なんですね。なので、1ノッチに入れて油が十分に入ってから、ノッチを上げていくというようなのが一応、お行儀のいいやり方ですけど、じゃあ実際そのように運転されているのかというとそうでもないので、そういう運転の仕方もあるんだなというぐらいですね、にとどめて楽しんでいただければなと思います。で、またね、この、1ノッチから7ノッチがフュエルリーンですね。8ノッチ以降がフュエルリッチになってます。で、12ノッチですね。12ノッチがノミナル、普通の加速度になるそうです。運転一応、ダイヤは12ノッチで組まれていることがあるそうです。これもね、現実が絶対そうだということではないので、その辺は現実的に12なんだなと思って遊ぶとちょっと楽しいなというぐらいで遊んでいただければなと思います。で、今水温上昇警告ですね。水温注意ですね。水温注意警告とつきましたけど、これ自体は何の加害性もありません。で、もうちょっと上がっていくとね、油温警告とかつきますね。14まで上げましょうか。今なんでね、温度十分低いので。ファンが回ってますね。で、油温警告とつきましたね。これも別に無害です。現実だと当然こんなことはありませんね。現実の警告灯のつき方とは違いますのでご注意くださいね。で、これ以上もっと温度が上がってくると水温警告灯が点灯します。点滅ですね。点滅します。点滅始まったら直ちにノッチを下げていってください。で、点滅を止めてください。これ以上温度上がっていくとね、流体カプラーが高温でダメージを受けますんで、この辺を、この辺で遊んでいただければなと思います。UART、黄色い方ですね。こちらは赤い方よりもちょっと実車から離れたかなというバージョンですね。エンジン出力は2割以上向上しています。さらに乾燥重量が60トンから67トンというふうにね、CG を積んで強化されています。これによって粘着力稼ぎやすいですので、
低速での加速力は確実に向上します。また、雨天なんかにも強いですよね。で、また、機関車単体での制動力も当然向上してますんで、貨車にブレーキフォースをつながずに入れ替え作業をするみたいな遊び方もやりやすくなるのかなと思います。コンプレッサーと元空気ダメは D6 並みの大容量になってます。なかなかね、ちょっと豪華な仕様になってますね。ですけど、一貫すると単純な能力向上型に見られるかもしれませんけど、ラジエーターの性能は変わらないので、制定値の途半能力はほぼ変わりません。また、時間あたりの燃料消費量は増えてる一方で、燃料タンクの容量ですね、こちら変わらないので、ちょっとガス欠気味なのかなという感じになりますね。気分や用途に合わせて使ってみてください。総じて言うならば、ゲーム的には DH4 よりも少し牽引力が低くて、少し操作が簡単だよと、そういう感じの位置づけの機関車になっております。以上、JNR レイトイッシュディーゼルロードスイッチャーというモッドの紹介でした。ご清聴いただきありがとうございました。